ごいすごいすごい。やっほー、めいです。皆さんお元気ですか？私は、バリに1ヶ月ワーケーションに行こうということで、今回こうやって Vlog 撮ってます。今回はバリに直行するんじゃなくて、ジャカルタを経由してから行くことにしました。シンデレラフィットすぎて入れちゃったよね。時期としてはだいたいおよそ3月丸々1ヶ月行くっていう感じにしました。なので寒気と雨季がインドネシアあるんですけど、それでいう雨季の終わりかけってところかな。そこめがけていきました。このジャカルタの空港がものすごく可愛くて、草がすごいボーボーに生えてるんですね。もう東南アジア来たっていう感じがします。やっぱインドネシア料理は面白いですね。これ甘さが爆発してるんですよ。止めてください。もう気温が最高。このね、高い高いです。最高です。こんな感じでジャカルタはちょっとしかステイしなかったからあんまり素材がないんだけど、普通にこうやってお仕事したりチャリ乗ったりお出かけしたりっていう風に過ごしてました。サラダラップがめっちゃ美味しいの。これ見て、これが美味しいの。うまい。チーズがやばい。超美味しい。やっぱこの猫尻尾折れてるよね。ちょっと見て、ランドリーランドリーしたなんかこっちではね、自分で洗わないんだって。なんか洗ってもらうんだって。なんかこれぐらいやって700円ぐらい。もう綺麗にアイロンもして畳んでくれるのだから、スーツケース積みやすいなって思って頼みました。なんかそういうアイロンとかなかったら200円とかも100円ぐらいらしくて、でもなんかみんな頼むみたいだし、私はこの量結構少なかったんだけど、もうちょっと多い量で、そのぐらいの金額だから多分、みんな洗濯機はいらないらしいめっちゃ面白いよねいいな。しかもこう宿の前まであれまかしいって持ってきてくれるの。超いい。生きてるだけでツッコミどころ満載なのがインドネシアです。なんかやっと来たなっていうのを感じた上で、ちょっとバリの方に行きたいと思います。バリへはガルーダインドネシアを使っていきました。このご飯がめっちゃ美味しいの。もう結構大好き。私の自転車が流れてきました。まるで回転寿司のよう。バリに来ました。とりあえず自転車組んでいこうと思います。今はもう限界オーストリッチリン港なので、本当にもうこれ段ボールですよ。段ボールでカバーするっていう、本当に
自利品みたいな感じな、はい、装飾とさせていただいております。こちらも段ボール、もう段ボールに段ボールって書いてあるぐらい段ボールのそういうデコレーションになっております。今回バリに行く時はこの装飾で行けたんですけど、これマジでおすすめしないですね。ちゃんとディレイラー取ったりとか、ディスクのブレーキある人だったらちゃんとそのホイールから取るとかしないとマジで歪みますし、折れます。いつか絶対折るだろうっていう風に思いながら海外も関係なくオーストリッチで行ってたんですが、つい最近ねこの動画の後に折りました。そう、ハンガー折ったんです。なのでもし皆さんが海外に行くとかあるんだったら多分イボックとかそういうのがおすすめかなって思いますね。オーストリッチは国内用として作られているので、これは完全に私がいけないです。ごめんなさい。キャンディー、ね、私はずっとスピードプレイを使ってます。もう両面キャッチ楽だし、すごい母子球で踏みやすいし、一番好き。そんなこんなでだいたい組み上がってきました。ここまでが2ほどきルーティンですね。そして適当なかったでしょ。こちらのサイクプラスを使っていきます。サイクプラス使っていきますよ。これも必要でしょ。でここでTP YouTube だったらこれちゃんとつけてねっていうことらしい。だけど私は何のチューブ入れたか忘れたし、最悪すぎる。これ使います。こういう感じかな。これをつけてからこれつけた方がいい。私は 700C の28のタイヤ入ってるから80にせいだったよ。やってみるね。やってみます。ということで、旅先でさ、前までこうシャイ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 シャってやってたけど、これ楽だわ。で準備は完了したので、あとは明日か明後日かバリの人たちと走ってくると思います。楽しみじゃあ今からカフェに行ってきますな。今朝の4時48分。早いよ。ということで準備ができましたので行ってきます。サヌーの KFC 集合って言われたのでそこに行きますよ。行ってきます。気持ちいい。
まだこのぐらいの時間で走るとすごい涼しくて気持ちいい。すごいすごいすごい。このゲーシュで待ちがミートアップポイント50です。イエーイ。So cute. Selamat pagi. Selamat pagi. メルボルンでできたお友達がジャカルタに住んでて、でそのジャカルタにいる子がまたさらにバリの子を紹介してくれたっていう感じで、今回はブレンダちゃんと走っていきます。なんか一回海外でお友達できるとすごいまた連鎖的にお友達が増えて、すごくどこでも走れて楽しいなって思いますね。しかもたまたま同年代の女の子のサイクリストと出会えたので本当に嬉しかったです。なんで今そこで掃除してるの？この日はサヌールから結構海外の線沿いっていうんですかね、なんかバイパスみたいなところをとにかく走って帰ってくるみたいなルートでした。なのですごくサヌールエリアはそのサンライズがすごく綺麗なので日の出ですね。それを見ようっていう回です。バリはバリの神様がすごくいろんなところにいるんですね。だからこう見てて楽しい。そうだからバリの人ってめちゃくちゃバリのカルチャーを大切にするんで、なんかお祝いとかお祭りとかあるんですけど、もうそれがすごいスケールだったんです。もうこれはなんかまた次の動画とかで紹介できたらいいな。この日はだいたい40キロぐらいを走ってきました。この日はちょっと曇ってたんで、若干今あんま見えてないですけど、かなり有名なところです。で朝一なんでもうまだ6時台っていう、めちゃめちゃいい朝が過ごせました。写真撮ってもらいました。なんか海外で、特にインドネシアとかで走るとすごいみんな写真が好きなんでたくさん写真撮るんですよ。だから日本に帰ってくると私ばっか写真撮ってるみたいな感じで、なんかたまにちょっと恥ずかしかったりする。でもやっぱ楽しい。写真撮ろう、いっぱい。もうブレンダちゃんにはすごくお世話になってて、彼女がサヌールにいるから今回私最初にサヌールにステイすることにしました。で後のなんか泊まった場所で行くと、この後チャングーとかあとスミニャックってところにステイしたんですね。私的にやっぱ一番好きだったのはサヌールですね。やっぱすごく落ち着いてるので過ごしやすかったです。あとチャングーとかと比べて値段が比較的安かったので、マッサージ例えば1時間行って1000円とか、それでめっちゃクオリティ高いとか全然あったんですよ。だからそういう意味でもサヌールは結構滞在しててよかったなって思います。最近円安がひどいからやっぱ海外行くのしんどいと思うけど、バリとかだったら全然楽しめるかなって思います。お花もらった。ちょっと捨てて帰るのもったいないので耳にぶっ刺してみました。結構オートバイが多くて走りにくくないって言われるんですけど、個人的にはなんかいいバイブスで流れてるんで割と走りやすかったです。でもちょっとわかんない、たまたまラッキーだったからっていうのと、私は結構このカオスな空間が好きだからっていうのはあると思います。本当に快適に走りたいならメルボルンみたいなところがいいと思いますけどね。東京走ってればこれぐらいはいけますね、多分。知らんけど。めちゃくちゃ狭いとこ来た。はい、そんなこんなで帰ってきました。
時間は7時半前です。ここからシャワー浴びて着替えてお仕事の準備していきたいと思います。本当にタクシーが安くていいですよね。サヌールは特に大丈夫でした。でもチャングーとかはバイクじゃないと値段上がっちゃうんで、はい、あと別に私このワドルティのファンとかではないです。なんかランナーとかサイクリストとかが集まるカフェに来ました。なんかインドネシア料理ってフォークとスプーンで食べるんですけど、なんかいつもどっちが右だっけって感じでわけわかんなくなってるんですよね。だからちょっとなんかワタワタしてる本当にバリのカフェは Wi-Fi とコンセントがどこ行っても完備なので、すごく仕事がしやすいです。この日はなんかすごいお腹空いてたんで、朝からなんかがっつりガパオライスみたいなの頼んじゃいました。もう辛い食べ物が本当に大好きになったので、インドネシア料理のおかげで好きになったので、もうバクバク食べてます。めっちゃ美味しくてご機嫌ちょっと1本でまとめようとしたんですけど、あまりにもバリ結構楽しかったので、ちょっと後編ということで別の動画作っていきたいと思います。激坂を登りました。なんかアップダウンがすごいくてやばい。Welcome to my channel. This is all my friends. We are